は、お好み焼きの作り方を解説します。お好み焼きには関西風お好み焼きと、広島風お好み焼きがあります。関西風お好み焼きは、具材を混ぜ合わせて焼いていくのに対して、広島風は生地を伸ばして焼き、その上に具材を重ねて焼いていきます。今日は大阪などで食べられている関西風お好み焼きを作っていきます。では、材料を紹介しますが、動画の概要欄にも詳しく書いてありますので、そちらもご覧ください。材料です。薄力粉 40g、水 50cc、卵1個、鰹節 1g、山芋大さじ1、キャベツのみじん切り 150g、青ネギ 5g、豚バラ肉 40g、上にかけるソースは、ウスターソース、オイスターソース、ケチャップ、蜂蜜、あとはお好みで、マヨネーズ、青のりがあるといいでしょう。お好み焼きの粉は、小麦粉に、かつおや昆布の出汁を入れても代用することができます。今回は小麦粉から作ります。こちらです。薄力粉です。薄力粉は小麦粉の一種です。小麦粉には薄力粉以外にも、中力粉、強力粉があります。この3つの違いは弾力です。強力粉、中力粉、薄力粉の順で弾力が強く、最も弾力が強い強力粉は、パンやラーメン、餃子の皮などに使われ、中力粉はうどんやドーナツに使われます。そして、薄力粉はお好み焼き、もんじゃ焼き、クレープの生地などに使われます。これは、鰹節から出汁を取っているところです。水に鰹節を入れて煮ているんですね。そうすることによって、鰹節の出汁が取れます。見ての通り、今回はお好み焼き1枚分なので、それほどの量は必要ありません。動画では、わざわざ出汁を取っていますが、お好み焼き粉を買えば出汁が入っているので、このような工程は必要ありません。山芋を入れても美味しいです。山芋は大さじ1杯で OK です。生地を作ります。薄力粉に鰹だしを入れ、山芋を混ぜます。生地と混ぜるキャベツを切ります。粗みじん切りです。あまりキャベツが長くならないように切ります。キャベツが長すぎると、キャベツが主張しすぎて、キャベツの味ばかりしてしまいます。キャベツは、長くても、3センチくらいの長さにしましょう。次にソースを作ります。お好み焼きソースがあれば、この工程も必要ありません。もし、お好み焼きソースが手に入るなら、お好み焼きソースを使ってください。市販のお好み焼きソースはとても美味しいです。それを使うに越したことはありません。しかし、どうしてもお好み焼きソースが手に入らない場合、ウスターソースとケチャップ、オイスターソース、蜂蜜で代用することができます。ウスターソースとケチャップ、オイスターソース、蜂蜜を同じ割合で混ぜます。これでソースは完成です。では、生地を混ぜていきましょう。先ほどの薄力粉と出汁を混ぜたものと、キャベツとネギ、卵を入れてかき混ぜます。この時、かき混ぜすぎないようにするのがコツです。かき混ぜる時間は30秒くらいで十分です。あまりかき混ぜないことによって、生地の中に空気が入って、ふわふわしたお好み焼きになります。それでは焼いていきましょう。フライパンに生地を落とします。火加減は中火です。丸くなるように形を整えましょう。
片面3分焼いていきます。3分経ったら豚肉を上に乗せます。そしてひっくり返します。ひっくり返したらスプーン1杯の水をフライパンに落とします。そして蓋をします。そのまま5分蒸し焼きにします。5分後、蓋を開け、もう一度ひっくり返します。そのまま2分焼いて出来上がりです。ソースを塗ります。マヨネーズをたっぷりとかけます。鰹節と青のりをかけたら完成です。お好み焼きはビールにとても合います。では、いただきます。動画をご覧いただきありがとうございます。このチャンネルでは日本の素晴らしい文化を紹介していきます。チャンネル登録をお願いします。